あなたたちは本当にラッキーよね。毎年海外旅行に行けるんだから。私とお父さんにはそんな余裕はないもの。仕事の一環で母国に帰るのさえ、義母にそう言われた。私はキャロル。10年前、オーストラリア人の旦那とオーストラリアに移住してきた。それもこれも義両親が住んでいるから。なのに最近義母の嫉妬心はエスカレートしてきて、あなたはラッキーだ、私はラッキーじゃないというようなことをしょっちゅう言ってくる。でも母さんだってまたすぐダーウィンまでの長旅に出かけるじゃないか。僕だってまだ行ったことないよ、ダーウィン。旦那がそう言うと、義母がすかさず声を上げた。そんなの比較にならないわ。あなたたちみたいにリッチな海外旅行には行けないもの。祖国に帰るのを海外旅行という義母。しかも仕事での一時帰国。でも僕らの今回の旅費のが母さんたちの国内旅行よりずっと安いんだけど。そう旦那が答えると急に静かになる義母。もしもし？母さん聞こえてる？もしもし？もしもし？今聞こえるわ。最後のところは聞こえなかったけど。インターネットの接続が悪いのかしら。あら、もうこんな時間。じゃあそろそろ切るわね。というなり一方的に電話を切ってしまった。これが最近の義母の必殺技。そう、都合の悪い話は聞こえないふりをするのである。ボスザルだけに都合が悪いことは聞かざるか。それから数日後、義母から電話がかかってきた。このところ投資している株が暴落続きで、義母はとっても不機嫌だった。そしてなぜかその怒りの矛先は旦那に向けられた。あなたはラッキーよ。長期で海外旅行ができるんですもんね。またその話か。母さんだってもうすぐダーウィンの豪華な旅行行くじゃないか。そんなのあなたの海外旅行とは比べ物にならないわ。国内旅行ですもの。じゃあ母さんも海外旅行行けばいいじゃないか。どうせもっと安いんだからさ。ここまで旦那が言えば義母は何も言えないだろうと思ったら、義母の愚痴はまだまだ続いた。今度は話をすり替えてこう言ってきたのだ。周りの友達はみんな子供に連れて行ってもらってるわ。私だってクリスがもっと早く今回の旅行のことを教えてくれたら一緒に行ったのに。無理無理、絶対無理だから。そして極めつけはこのセリフ。そしたらキャロルを置いてあなた一人で街案内してくれるでしょ。どこまでもわがままな義母。この動画でも話したけど、どうしても私には来てほしくないのね。この手の母親は息子が誰と結婚しようと関係なく同じなのだろうか。ところでなぜ旦那はもっと義母に強く言わないのか。だからボスのわがままがどんどんひどくなるんだというコメントをよくいただくので、旦那に聞いたことがある。みんながこう言ってるんだけど。すると旦那の言い分はこうだった。今まで家族の誰も逆らったことないのに、今更言ったらどんだけひどいことになるか知ってんでしょ。僕が我慢して聞くふりしてれば本人納得するから、それに言ったところであの性格が変わるとは思えない。だったらわざわざ状況を悪くする必要ないじゃないか。ザ・事なかれ主義。そもそもボスが私を嫌うのは家族の他のメンバーのように服従しないからだそうだ。こんな調子で義母はわがままなだけでなく、ずるくてドケチ。そして自分の思い通りにならないと超不機嫌になる。そんな義母に対して義父は何でも文句言わずに聞いてくれる
義母にとっては絶好のターゲットだった。自称専業主婦の義母だが、旦那の話によると子供の頃、義父が仕事から帰ってきても夕飯ができてないことはしばしば。今日は一日中ゴルフでぐったりなの。だから夕飯はバーベキューでお願い。前にも言ったけど、バーベキューは男の仕事。それでも文句一つ言わずに黙々と夕飯の支度をする義父。そんな義母に幼少の旦那は素直な疑問をぶつけた。でもママ、ゴルフって遊びじゃないの？パパはお仕事で疲れてるんだよ。そうだ、よく言った。子供の頃の旦那。しかし帰ってきたのは信じられない言葉だった。ほら、今日はとっても暑かったでしょ？この炎天下で一日外に出てたから参っちゃったのよ。パパが夕飯作ってくれたんだから、後片付けはクリス、あなたがしなさい。もうそれ以上旦那が口答えすることはなかった。なぜなら、僕がいつもこう言って聞かせているからだ。とにかくママを怒らせるんじゃない。地獄よりひどいことになるぞ。義父のこのフレーズはすでに始まってたのに。こうして家族全員が義母を甘やかしてきたから、義母のわがままはエスカレートするばかり。なのに義母はこう言う。あなたはラッキーよね。私が若い頃もっと義両親を尊敬したわ。料理ができるのになんで私の友達を招待しないの？こんなに子供に尽くしてきたのに、もっと年寄りを敬いなさい。そう言われたので、ある日、義家で義母の友達のためにディナーを作ることにした。全員が好きなものと私なりに考えて一生懸命作ったのに、またしても義母に貶められることになるとは、この時は思いもしなかったのである。今考えてみると、あらゆる方向から攻撃してきた義母。これが世に言う嫁いびりなんだと実感した。この時私が何を作ったのか、そして義母がどのようにしてみんなの前で私を恥ずかしめたのかについては長くなってきたので、また今度。